私の専門は日本古代史です。慶應義塾大学文学部の曽我陽一です。私は日本の古代史の中でも特に律令制に関心を持って研究を進めています。日本の古代国家は中国から律令制という統治システムを継受し、日本列島の広範囲に行政区分が施行されることになりました。この時代はその後の日本列島の枠組みを形成した時代とも言えます。こうした律令制について中国律令との比較も行いながら分析をしています。律令制の持つ意味は単に国家が人々を支配したというだけではありません。地方の末端まで律令制が展開する中で、地方の人々も積極的に律令国家の官人、すなわち役人の身分を得ようとしていた様子を見て取ることができます。官人の身分は個人のランキングを示す位階とポストや職称を示す官職によって構成されています。このうち軍事などの官職にあることよりも位階を有していることが重視された側面も多かったようです。例えば位を持つと税を免除される特権が与えられますが、古代において税は地域社会で徴収されます。つまり税を免除されるということは地域の中で税を徴収する側に立つということにつながります。こうして国家的な地位と連動しながら地域の権威が形成されることになり、地方の人々も国家的な地位を得るべく活動していたことが明らかになりました。地方の中では特に東北地方にも注目して研究しています。東北地方には律令国家との間に景気的に戦争が生じていた蝦夷と呼ばれた人々がいますが、蝦夷たちも積極的に律令国家との接点を持ち、官人としての身分を得ていたことが分かってきました。律令国家が東北地方の各地に設置した上作と呼ばれる施設は、こうした蝦夷たちとの交流・交易の拠点ともなっていたとみられます。国家の側も地方も含めた人々に積極的に位を与え、秩序内に取り込んでいきます。こうして律令制に基づいた身分が全国的に定着し、身分を得た彼らが地域の中で有力者として位置づけられていくことになると考えられます。古代の地方に関する資料は決して多くはありませんが、国家による不断の制度改革の在り方や、それと連動した地方社会の動向に注目することで、したたかに生きる地域社会の姿が見えてきます。官職や位階は形式的な部分はありますが、中世以降にも生き続けていきます。それだけ律令国家の存在が日本の歴史の中で大きなものだったと言えます。中国で生まれた律令という統治システムが日本流にアレンジされ、日本列島の中で文化として定着していく過程を具体的に明らかにしていきたいと思います。法や制度のような一見お堅い存在でも人が作ったものです。人や社会との接点を常に持ち変化しています。無機質な制度史ではなく、常に人の歴史を考えられるよう心がけていきたいと思います。